2024年8月に9泊11日でタイに旅行に行ってきました。まずは羽田空港からバンコクにタイ国際航空で移動。そして空港からはエアポートレールリンクでバンコクの市内中心部に向かいます。さらに徒歩でアソークに行きまして、ターミナル21の中にあるフードコート。ここで美味しくて辛いガパオライスを食べました。スイカのスムージーもむっちゃくちゃ美味しかったですよ。で、さらにホテルに移動して、この日はね、ここでゆっくり休憩します。2日目の朝ごはんは、プロンポンにあるルンルアン。ここはね、どうもね、人気店らしいんですね。で、ここで60バーツの麺を食べました。これがむちゃくちゃうまかった。そしてコーヒー、この屋台では2日連続買っちゃいました。レンジティー公園に行きまして、で、さらに、ここは市場。ルアンサップ市場。なんかね、人が少なかったんですよ。実はこの日は母の日で休日だったのですけれども、このね、鴨の煮込みご飯は美味しかったですね。そして夜ご飯は、バンイサムワンヨというところで、牛肉タイしゃぶセット、イサン料理の鍋、チムチムです。これがね、むちゃくちゃ美味しかったんですよ。店員さんも優しくて、全部やってくれちゃいました。朝ごはんは、カオニャオマムアン、マンゴースティッキーライス、マンゴーともち米の組み合わせ。これがね、むちゃくちゃ美味しいんですよ。さらに、シーナカレンウィレット大学内の市場に行きまして、ここね、ものすごい人です。たくさんの屋台があります。この中で、フルーツの詰め合わせを買いました。40バーツで2種類入っています。そして BTS でちょっと移動します。ここはクルントンブリーという街です。これまでの大都会から下町的雰囲気のある場所に来ました。そこでローカル食堂に入ります。お昼ご飯のカオマンガイ。ガイドブックにも載っていないお店だけれども、これが美味しかった。さらにコーヒースタンドでコーヒーを買います。食後は街をブラブラブラと。もう完全に下町ですよね、ここ。そして、街を抜けたところにチャウプラヤ川、大きな大きな川がありました。アイコンサイアムではユニクロで T シャツを買います。そして夜ご飯を探しにこんな暗い道を進んでいった先にワンタン麺。ここでナンプラーの素晴らしさに気がつきました。朝一の作業は洗濯です。これね、青空洗濯機。上に屋根はあるけれども、道端にこんな洗濯機がありました。そして朝ごはんは屋台です。まずはアイスブラックコーヒー。これね、ブラックコーヒーだけれども甘いです。甘くて僕としてもめちゃくちゃ好み。そしてカオマンガイ。ここもね、全然有名ではない屋台なんだけれども、美味しかったですよ。と、そしてタイ国鉄に、ちょっとだけ乗り鉄をします。段差があるので、これね、気をつけて登らなければいけません。車内は非冷房です。さあ、出発です。車窓は、こんなね、タイらしい風景の中、進んでいきまして、そして駅に着きました。で、ここが、ワットクンちゃん。ここね、面白いものいっぱいあるんですよ。そしてこの次にはすぐ川を挟んだ隣にあるワットパクナム。ここがね、大人気スポットですね。このような素晴らしい天井画を見ることができるお寺です。誰もがきっと行きたくなることでしょう。そして初めての赤バス体験。ワイルドなバスです。そして、鉄橋で撮り鉄です。僕ね、もう鉄オタなので、こういう場所大好きです。ここにね、実はね、ちょっとカフェ的なものもあって、なかなかいい場所でした。お昼ご飯はガイアン。その後は夜ご飯です。これがね、カオカーム。このためのね、一番の収穫です。もう最高です。あまりにも最高すぎます。もう何度でも食べたくなります。朝ごはんはガパオです。これね、朝からむちゃくちゃ辛かったですよ。そしてお昼にはサラデン市場に移動しました。ここがね、もうびっくりです。こんなに人がたくさんいるんですよ。この中で、お昼ご飯、豚肉の何か、なんだかよくわからないけども美味しかったです。そして、ルンピニ公園に行きました。目的はこの水オオトカゲを見ること。で、さらに、プイロッティレディに会いに行きました。ここがね、超人気の屋台ですね。ロティという、お菓子のようなものを売ってるところですね。僕一番乗りだったのですけれども、この後行列ができていました。そして、初めて食べるロティ。これがね、甘くてね、ちょっとね、パリッとしていて美味しかったですよ。で、夜ご飯はカオマンガイです。これ屋台のお店なのですけれども、超人気店でした。僕が食べた後に大行列になっていました。朝ごはんはルンピニ公園内にあるフードコート。あんまりお店やってないんですよね。その中でもカオマンガイのお店がやっていたので、そこで注文しました。こちらがそのカオマンガイです。
朝から優しい味でした。そしてこちらはフアランポーン駅、日本の JR 北海道で走っていたキハ183がいました。ここからはタイ国鉄の客車列車に乗車します。むちゃくちゃローカルな路線です。こんなね、車両なんですよね。レトロな雰囲気の列車でした。ここでやってきたのは、桑竹オールドマーケット。100年ぐらいの歴史があるんじゃないかなと思いましたね。そこでは、ご飯、麺を食べました。中心街プロンポンに戻ってきまして、カオマン街です。さらに、夜食としてカオニャオマムアン。朝ごはんは2日連続ルンピニ公園のフードコートでカオマン街です。いやー、これもね、美味しかった。そして中華街へ移動します。そしてラートナー。このラートナーもこの旅の大きな収穫でした。何度でも食べたくなる味でした。そして中華街を散策していくわけなのですけれども、こちらがジュライロータリー。伝説のジュライホテルがこの近くにありました。中華街は喫茶店がたくさんあるんですね。こちらではトーストがむちゃくちゃ美味しかったですね。さらに中華街の路地裏散策をしていきます。こんな細い道のところに市場がありました。ここでもまた喫茶店でゆっくりと休憩をしてホテルへ向かい、そして夜ご飯はこのカオソーイ、中華街なのにカオソーイ食べちゃいました。さらにタラートノーイをブラブラ散策します。この車ね、気がつかなかったんですよ、現地では。映像でこの人気の車見ることができました。そして夜の中華街散策、むちゃくちゃ大賑わいでした。これだけ人がたくさんいるとはね、僕も想像していませんでしたね。朝ごはんは喫茶店に行きました。ここでは目玉焼きが中心となるおかずのものを食べました。そして朝食その2、2日連続ここのお店を訪問しています。なんとね、バケツ入りのコーヒーがあったんですよ。初日にもこれ飲めべは良かったなぁ。で、やっぱりトーストがうまいです。これはね、本当に美味しいです。さてさて、バンコクを離れて車でだいたい40分ぐらいですかね。チャオプラヤー川の中州クレット島にやってきました。ここでは基本週末しかやっていない市場を歩きます。天ぷらや素焼きの陶器が名物ということなので、その市場では様々な屋台が出ています。猫もいっぱいいます。かわいいですよね。そしてドリンクスタンドでココナッツスムージー。このドリンクスタンド2日連続で訪れています。さあ、で、宿泊は島内にあるこちら。ここが今日の僕の寝床です。ホテルで、宿で、車じゃなくて自転車を借りてサイクリングをして、そして宿で休憩、ハンモックがありました。のんびりとした時間を過ごしています。夕食は宿の方と一緒です。ここね、ちなみにね、1泊2食付きで3000円ちょっとでした。朝ごはんは宿で用意してくれたものです。チャーハンや目玉焼きやパンなどがありました。そして、クレット島を離れてバンコクに戻ります。バンコクへはタクシーで一気に行っちゃいました。お昼ご飯はバンコク中心街でマッサマンカレー。この度初めてのマッサマンカレー。そして、プール付きのホテルに宿泊しました。最後の夜ということで、豪華なホテルに泊まっています。初めての売宅にも乗りました。これね、怖い。夜ご飯はブー型です。焼肉としゃぶしゃぶのハイブリッドというイメージですかね。その後は小さなナイトマーケットを散策してホテルに戻りました。朝食はこの度恒例のカウマンガイ。朝はね、カウマンガイが一番いいです。そして朝食後にはワットアルンに向かいます。まずはお寺に行かずにお昼ご飯、パッタイを食べました。この度ね、パッタイ、タイ料理で最も有名なものの一つかもしれないんですけれども、初めてパッタイ食べました。辛いと思いきや、むちゃくちゃ甘くて美味しかったです。そしてワットアルンを参拝です。このね、見事な眺め、何度見てもいいですね。川から眺めるワットアルン。この眺めもいいけれども、対岸から望むワットアルン。これ最高でした。ターミナル21でおやつを食べて、その後、トゥクトゥクに乗りました。初めてのトゥクトゥクです。これがね、渋滞にはまってしまって、なかなか動かないんですよ。歩いた方が早かったです。そして、さらに初めての運河ボート。これがね、東京の満員電車並みの大混雑でした。さらに、空港に向かいます。空港では夜ご飯を食べて、タイ国際航空に乗って羽田へということで、バンコクの旅終了です。